はい、ということでね、今回はですね、イギリス留学生の僕が日々ね、どんなものをね、食べてるかっていうもう、超絶なる日常生活編でございます。で、今回食べるものは、こちら。スパーン。これね、見えてるかなね、ピント合ってるかもしれない。合ってなかったらごめんなさい。何回回しちゃったかな。はい、和風醤油ガーリックね。これちょっと、ソースかけるだけなんですけど、これは、僕のね、親からいただいたもので、日本のものなんですけど、こういうね、ソースが、あれなんですよ。まあもちろんですけど、これ日本のものなので、買えないんですよね。やっぱりイギリスでは。なので、まあ、ちょっと日常かって言われたら違うのかもしれないけど、ちょっとたくさんいただいたので、親から。そちらをね、これを使って今から食べていきたいと思います。これからまず麺を茹でて、で、野菜を切ってね、トッピングしていきたいんですけれども、まずですね、麺を作っていきましょう。麺を作っていきましょう。違う。茹でていきましょう。よいしょ。こちらですね。これ、テストで買ったスパゲッティですね。こちら。これそんなに高くなかった気がしますね。これは、200円ぐらいかな。どうやってあれなんですか？画角内にいないというね。これね、もう一人前がどんぐらいなのかが全く知らないんでね、調べたことすらないので、いつも、まあ大体これぐらいだろう、みたいな。握って、足りないみたいな。これで足りないってなるんで、ちょっと足すかな。もうね、これ足しすぎると、欲張りすぎると、味が薄くなって、ものすごくまずくなっちゃうんで。これぐらい？だいたいこれぐらいで。いるかな？これぐらい。これぐらいで、だいたいいきたいと思います。これ1人前かな？また1人前ということで。で、すごいね、もう3分クッキングみたいなのも用意してあるんで、沸騰したお湯がございます。それで、こちらですね。これを、なんかまあこんな感じで刺しといて、これちっちゃいんで、もうこれもブスブスと刺して。で、茹でてる間に、野菜を切っていきたいと思います。本日の野菜は、キャベツですね。キャベツ。はい。をちょっと洗って何枚かと、はい。こちらですね。皮を剥いて、アスパラガスと、まあ、入れていき、こちらも、マッシュルームですね。キノコを入れていきたいと思います。とりあえず切ろうかな。やり方がわからないんでね、こういう常識がないんですよね。わかる方いたらコメント欄でお願いします。こんな感じでもうブリって。これ芯をさ、最初にあれなのかな、やるべきなのかな、切るべきなのかな。ちょっとナスもね、ちょっと加えていきたいと思います。ちょっとだけね、切って。でね、なんかナスはこうやって切った後になんか少しだけ洗えみたいなって書いてあったような気がする。なんか苦味が消えるのでこれを洗ってねみたいな。色が透明に、洗った後の水が透明になるくらいに洗ってねということらしいので、だからではね、洗ったナスを入れていきたいと思います。ほれー。あれ？よいしょ。こうやってもう手でちぎっちゃう。んで、キャベツ、こちらを入れていきたいと思います。最後はキノコ。イギリスはよく物価が高いって言うけど、どれだけ高いんだっていうのがわからないと思いますので、現地の方から伝えたいと思います。ぜひそのご要望があればコメント欄にお書きください。お願いいたします。実は日本で料理をしたことがない経歴の持ち主でございます。このように頼ってばかりだけですね。日本でしてたんですけど、これなんか本格的というのはないですね。
全くないですね。なんかないと言って過言ではない。ないです。はい。ということで、これ昨日もね、終わったんですけど、僕は皆さんとね、一緒にこのチャンネルを進化させていけたらと思います。本当に。はい。やっぱね、自分まだ何も分かってなくて、この間参戦したばかりなんで、この業界に。はい。皆さんぜひ教えてください。これあった方がいいぞとかね。はい。ということで、これ、切り終わりました。切り終わりましたってこう、十字入れただけなんですけどね。これほぼ、普通しないのかな？うん。でも僕はなんか、あった方が、見た目は美味しいので。で、お湯が切れてる。入れていきたいと思います。アスパラガスですね。はい、こちらを、もう4本ぐらい取っちゃいますかね。4っていう数字嫌いなんで5本にします。ということで、これ、洗って、これからピーラーで皮をむきたいと思います。ちょっと遠すぎる。何も見えねえよ、お前と。ちょっとなるかもしれない。ちょっと待って。ちょっと遠すぎるぞってな。すみません、でも慣れてないもんで、本当に。ここでしょうと。ここでしょうでもないのかな。こうかな。はい。すいません、慣れてないので、そのままちょっと近くに、はい、現れましたよと。いうことで、全然取れないから、そうです。このピーラーもさ、あれかな、皮を剥いてるから刃物ではあるじゃん。これ分類されるのかな、そういうの。映すな、みたいな。やばいやばいやばい。これね、地下でも匠の技術なので、オーバーザベルから一つのね、通し込んでました。僕やりがちなんですよ。ボケなのかどうかもわからない、些細なるボケというのをする。実際にリア友を困らせていくと。雲仙満開と困らせた。それボケだったのみたいなね。そう、言われるボケをするんですよ、僕。まあね、そういう方も僕以外にもする方いらっしゃるかな。そういう方はね、きっとですけどね、気が合いますよ。はい。多分一生お互いにボケ続けて終わるんですけどね、そういうのってね、会話がね。これ15分で勝手にね、切れるようになってるんで、これ多分安全システム上でね。はい、ということで、入れていきたいと思います。ですね。茹でとしていきます。ちょっと1本ね、食べていきたいと思います。いや、これ2本。やばい、マジで取れない。1本。1本でいいのよ。君来た。僕は君を選んだ。ということで、残ったこの野菜のスープたちって感じで、はい。わけであります。はい。ということで、こちらのソース、中身ですね、を入れていきたいと思います。なんか多かった気がする。麺に対して、あれが多い気がする。麺に対して、タレが少ない気がする。はい。これ芯のところに刺さったらいいかな。刺さってるね。だいぶ柔らかくなってきたかな。アスパラガスがまだしなってきたかな。よし。それでちょっと待ってと思います。待ち時間。はい、ということでね。はい、待ちました。あれから20分くらい経ちましたね。はい。ということで、こちら。よいしょ。で、早めにもう切ってしまって、ここにただただ加えていく。もうこれちょっと省略。はい、ということで今、できたんですけど、こちらになります。ドーン！おーっと、トッピング、一番いいトッピングを忘れていました。これね、もうぜひ皆さんもご家庭にね、絶対あると思うので、チ
ちょっと待ってください。トッピング持ってきます。持ってきました。こちらですね。自家用栽培というか、買った後に皆さんもやってると思うんですけど、こういう。これ。ね。育ててるネギがあると思いますので、これを切っていきたいと思います。ということでね。こちらですよ。これサムネイルにしようかね。鰹節。こちらは、アジアンマーケットで売ってましたね。美味しい。味が薄くて、ちょっとポン酢足しちゃったんですけど。なんか、元あったもう醤油ニンニクの香りとポン酢がいい感じにマッチして、めちゃ美味しい。これ、鰹節入れるべきです。これ、鰹節大事です。重要。完食いたしました。ごちそうさまでした。洗い物大嫌い症候群。洗っちゃいたいと思います。洗っていくよー。ということでね、胸元にもついてるんですけど、早速ね、洗っていきたいと思います。一応これ使ってますね。この。今から。よいしょ。これですね。この洗剤と、周りを拭いていきます。はい、ということでね、日常ブログの方いかがだったでしょうか。今回のは、ここだって。鶏かって。日本からいただいた、ものがあるので、まあ、一概に、イギリス留学生がね、食べましたって言っても、お前それ日本からじゃないかって言われるかもしれないんですけども、次回はですね、コンビニで買ったもんだけで、これイギリスでそんなもの食べてんのかと。いうのもあると思うので、そちらをね、ちょっと投稿していければなと、自分は思います。それでは見てくださってありがとうございます。